そもそもチークってどこにあるものなんかね、まあ正直違いわかんないですかね。動画上だとってか絶対こんな上じゃないか。なんか鼻の先っちょにやったりするのもあるよね、女の子と変わってる。画面越し画面を鏡越しに見てるから全然違いわかんないんですけど、ちょっとなんか赤くなってるかも。待って、ちょっと一瞬確認させて。あんまり変わってないかも。ということでこちらが1人目です。なんか最近こうお肌をねトーンアップさせたり白くさせたりするようなのばっか使ってたら、こう顔から血色感が消えてしまったのが気になってて、ちょっと色ついてるリップ買ってみようと思っていろいろ探した結果これになりました。リップモンスターの03番、めっちゃナチュラルでいいと思います、はい、なんかちょっといつもより口に目がいくようなそんな感じがしてます個人的には。ちなみにこれはまだ買って1日です。だからちょっとあんまりレビューできなくてごめんね。で口系でもう1個あって、そうちょっとねこうやってハムハムでってやる音が聞きたい人はちょっと待ってください。もう1個あってそっちでやるので、もう1個がこれねめっちゃおすすめかも。ダダダダダダダ、何かわかるかなみんな。あんまり有名だったら少しいけど自分は全然知らなくて、でも結構革命起きました。あ、蓋がいい音。こちらがやばい真剣にピンと無印良品さんのリップエッセンスの01番です。01番は、色ついてなくてリップエッセンスでちょっとあんまり詳しく見てないんですけど、唇とかによってツヤツヤに見せる、なんて言うんだろう、やつです。多分なんかプルプルになる保湿の成分も入ってるのもあるんですけど、自分の使い方のイメージ的にはこれはもう塗るとツヤツヤに保湿されてるかは分かんないけど、こうキラキラ光るジェルみたいな、そんなイメージで、ちょっとこれは指先に出してみていいですか。なんかねこんな感じでね、まあ、ちょっと見えなさそうなんで指先に出してみるんですけど、どうわかるこのキラキラしてる感じ。ほらここちょっとほらほらここちょっとキラキラしてるの分かったでしょ誰かっていうのをこれ唇にこうやってやると、じゃちょっと分かりやすく見せるために唇に入れますね。なんか先っぽがちょっとリップのなんだろうペンみたいになってて、押し出してちょっとやりすぎぐらいやるからごめんね。本当はやりすぎない方がいいよ、分かりやすくするため。上にもやっちゃいます。なんか片方にやって広げる方が気になりそうだけど、これの動画なんでやりすぎぐらい変わったって言わせたいから、ちょっとめっちゃキモい顔してた。ちょっとマイクが高くて顎が上に上がっちゃう。変わった感じします。ちょっと照明さんがうまく頑張ってほしいな。あんまり変わったように見えない、もしかして。なんか自分が鏡で見た時はめっちゃプルプルになってるように見えたんですけど、あんまりプルプル感ないですかね。ちなみに多分
セザンヌのアイライナーです。アイライナーで、これはアイライナーという名の通り目とかにねこう線出したりするやつなんですけど、自分はこれ目じゃなくってほくろ描くのに使ってます。さあどこに描いたほくろがあるでしょう。今日の私の顔の見つけられるかな。どこでしょう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 。正解はまあ鏡で隠れてる可能性ありなんですけど、ここのちっこい涙袋です。見えてるかな。ちょっとだけなんかもともと自分ここにちっちゃいほくろとシミみたいなのがあって、シミが外側でほくろがちょっと内側にあるんですけど、なんかそれをテンションによってこうどっちかを塗ったり塗らなかったりして遊んでます最近は。なんかちょっと可憐な見た目になる気がする。ほくろがあるとあんま目立たないと思うんですけど、でもそれってうまくできてるのかなと思ってね、あんまり目立たないって。どうですか？変わってますか？鏡で見たらちゃんと見えますね。という感じで、まあ実はインスタのストーリーとか投稿で何人かにはバレてたんですけど、最近ではほくろを描いてみてます。あとはこのアイライナーでほくろを描くのは自分みたいに新しいほくろとかを描き足すだけじゃなくって、いいなって思ったポイントが他にもあって、何かというとこうやっぱり下地とかコンシーラーとか、あとはファンデとかで元のほくろの色が薄くなるじゃないですか。自分ももともとこう何個かねほくろ顔にあって結構特徴的なんですよ。意外と気に入ってる自分のほくろの一番で、まあなんでお気に入りなのかっていうと、結構ファンアートとかでたまに描いてくれる方がちゃんと描いてくれて、ほくろなんか自分のチャームポイントなのかなと思って気にしたことなかったんですけど、言われたり書かれるようになって逆に好きになるっていう、今そういう順番で好きになったんですけど、そのチャームポイントが薄くなっちゃうんですよ。それをこれで上からこう書いてあげると自然にこう前にパンって出てきて、なんか自分の好きなほくろがある人はこれで重ね塗りしてあげるとなんか顔がすっきり可愛く見えます。はい、ということで結構だいぶメイクしてる人の持ち物のラインナップになってきてるくないですか、私の持ち物。という感じで、その美容の特にコスメはそんな感じかな。はい、新しいのは特に他はないです。で
つほど普段のスキンケアに使いやすくて、刺激弱めで数字が大きいほどたまにやってあげるとめっちゃ効果あるみたいな。その分値段もどんどん跳ね上がっていくんですよ。700だとなんかもう6000円とかして、なんかもう全然手が出せなかったんですけど、これは9点でめっちゃ安くなってて、本当に9点で 40% オフとかはちょっと言い過ぎかもしれないけど、なんか本当に半額のになるぐらいの勢いで安くなってたので、これ買ってみました。はい、でこれは使ってみた感想なんですけど、なんか次の日のそんな効果があるのかわかんないんですけど、なんか皮脂の量とかが抑えられてます。なんだろう、今のところ、使い始めて3日とかなんて全然役に立たないんですけど、なんか皮脂が出づらくなった、テカテカしづらくなりました、次の日に。はい。で本当はなんかこう毛穴を引き締めたりとかね、なんかいろいろ効果あるんですけど、ちょっと昔から気になってて、こうちょっと動画で紹介しつつ9点だったら、めっちゃお得でしょっていうことで、チャレンジ商品です、これは。でちょっとねやってみるとこんな感じ、ちょっと面白い見た目してますよね。で出してみるとこんな感じです。でこれね嘘だと思う人いると思うんですけど、もうこの乗っけた時点でちょっとヒリヒリするんですよ、なんか。でこれを伸ばすとね、なんか針みたいな、なんかジャリジャリしたのが肌の中にこう入ってってるなみたいな感覚がなんとなくあります。でも痛くはないです。なんて言うんだろう、こういうの表現できないんですけど、痛くないです。なんか肌の中にこう風が通ってく感じ、スンって。だから効果があるかわかんないけど、効果がある感がすごいあるこの日本語伝わるかな、効果がある感がすごいあります。これ効果があるかはね知らないんですけど、効果ある感がすごいあります。これ今なんか言った。で本当にそういう感じで、ちょっと今回ねろくに使ってもないやつ紹介してて、ただね自慢したいだけの人、はい、もう言います。ただ自慢したいだけの人です。9点と Amazon のセールで楽しくなっていっぱい買っちゃって、ただ自慢したいだけの人です、今回の動画は。だからちょっとねろくな商品紹介になってないんですけど、本当のレビューが聞きたい人はぜひ次の YouTube ライブとかであれどうでしたかってコメントしてください。そしたら言います。ということで次いきます。でも100でも一応さっきみたいな感じなので、怖い人は50番台とかから始めるとヒリヒリはほぼ感じないかなと思います。でも皮脂が出なくなるのは本当に皮脂出なくなりました。自分はどういう効果か知らないけど。次は知り合いからおすすめされたシリーズでパック2枚あるんですけど、なんとね最近はねパックにも手を出してるんです、私。パック買ったことない人いるかわかんないんですけど、マジで怯えますよ。本当にこれ1枚にその、値段ですかってなるんですけど、私が今回9点でお取り寄せしたバッグは 2枚あります。じゃん、ナンバーズインの3番と5番です。じゃーん、これは顔の
引き締めるみたいなやつだったと思います。なのでなんか5番はなんとなくの日に使って、3番が気合い入れる日とかに使います。なんとなくの日に使うというか、合わせてね3枚とかずつしか買ってないのでそんな大量には使えないんですけど、1週間に2週間に1回ぐらいどっちか登場する時があるかもなっていう、ちょっと貧乏臭いところが出てる、貧乏臭いというかケチ臭いところが出てて、で次が最後、これもねバッグで、こっちはどちらかといえば頻度高めに使う、週に 2,3 回使おうと思っているのがこちらのシカパックの2種類です。はい、シカパックこっちがオーソドックスのタイプで、これがもともと使ってたんですけど、本当になんかこれをなんか明日肌荒れそうだなっていう日の前の日に使うとなんか耐えるんですよ。なんか耐えたって、今までって結構なんか感覚で絶対ニキビできそうな感じするなって思うとニキビができる体質だったんですけど、その日にこれをちゃんと使ってあげたりするとニキビ耐えれるようになって、結構信用してます。これはなんか1ヶ月前ぐらいからビタミン C の錠剤飲み始めて、なんかあれはあんまり効果信用できてないんだけど、これは結構自信を持って効果あるって言えるかな。かつ大量に入っている系のやつで値段もお得めです。だいぶ世の中のバッグの中でも。なのでバッグ初心者の人にはぜひこれチャレンジしてみてほしいな。なんか毎日使うって思うとめっちゃ高いんですよ。100円とかはしちゃうから。でも自分みたいにこの日やばいみたいな週に2回ぐらいある時に使ってあげると、1個に30枚入ってるので、これ1個ねいくらだったっけ、これはね Amazon のセールでめっちゃ安くなってて2800円とかだったかな、だったので1枚が100円以下、80円90円ぐらいで買えて2ヶ月使えると2800円ぐらいでって思うとめっちゃお得じゃないですかこれっていうので、こちらおすすめで、この箱系のパックあるあるがカピカピに乾いちゃうやつだと思うんですけど、これはなんかこういう風な感じでここにシールがついてて、取れるかな、いきます。こういう感じで止めれて水分が逃げないんですよ。なので結構1箱目を初めて最後まで使った時は一番最後までずっと潤ってたので、それも嬉しいポイントですね。あとなんかピンセットがついてて、これで挟んで取れるからなんかいいっていう、そんな感じです。やばい、ちょっと自己満動が過ぎて。で黄色と緑の違いは、こっちがなんか確か柚子の成分が入ってるのかわかんないんですけど、これはなんかこっちの方が潤う系のやつですね。確かちょっと刺激強い系ではあるんだよね。ヒリヒリまではいかないけど、ちょっと肌が突っ張る、突っ張りはしないな、自分はキュッて止まる感じがするんですけど、より潤いがあるバージョンでなんか変わるかなと思って、これがもっとさっきのより2、300円安くなってたのでこっちも買ってみました。はい、今のところは香りがいいしか違い感じられてないんですけど、確かに肌がさっき言ったような引っ張られる感覚っていうのはこっちの方が少ないかも。はい、ということで、いきなりめっちゃ爆買いした人なんですけど、さっき言ったね2つのセールが重なってちょっと調子乗っちゃいました。ごめんなさい。大事に使っていこうと考えてます。ということで、最近ちょっと
しなかっ